お疲れ様です。松です。今日は超愛用の100均グッズを紹介していこうと思います。狭小3階建てに住む私が何度もリピート買いしているアイテムをはじめ、新たに新商品も見つけてきたので、そちらも紹介していこうと思っています。収納に役立つ商品を中心にご紹介しているので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。それでは最初に紹介するのは仕切るアイテムです。こちら我が家の洗面所のタオル収納なんですけれども、一つの空間を仕切りアイテムを使うことで3つに区切って使っています。こうやって仕切りがあるだけでだいぶ使いやすくなるのですごくおすすめなんですが、大きいサイズを使っています。小さいサイズもいろんなところで使うことができて、例えばここキッチンのコンロ下です。油や常温の調味料を収納するのにボックスを1つ置いてるんですけれども、そちらの内側ではなく外側に仕切りをつけることで、このようにフライパンの取っ手などを立てかけることができるようになりました。そしてこちらは冷蔵庫なんですけれども、薬味チューブを収納しながら仕切りとしての役割を持つことができるポケット兼仕切りです。こうやって我が家ではチューブの薬味を立てて仕切りとしても使っています。とても一石二鳥なアイテムですよね。もう一石二鳥とか大好きで、ポケット兼仕切りが出てきたところでお伝えしたかったのが、冷蔵庫用のポケット、これがまた有能すぎるっていうところです。我が家での実用例を伝えていくと、まずしゃもじのスタンドとしての使い方、そして文房具にもとてもおすすめです。例えば我が家ではこうやってリップクリームを入れたりとか印鑑を入れたりしています。で、ここにちっちゃな付箋が入ってるポケットもあるんですけど、これがまた使いやすい薬味ポケットなんですよ。こうやって細かいものこそ指定席を作ってあげることで物の場所が明確になるので、取り出しやすく使いやすくなって本当におすすめです。洗面所のコスメ収納でも愛用していて、私は特にこの無印のビューラーがぴったり入るところに惚れ込んでおります。文房具の引き出しでも同じようにリップも収納してたと思うんですけど、ここにもリップを置いています。ただ立てておくよりも取り出しやすいんですよね。娘も自分の引き出しで爪切り入れとして使っています。次にご紹介するのは水回りに特におすすめのフィルムフックシリーズです。これもいろんな種類があるんですけど、シリーズ累計でいくと我が家で最多保持数を誇る100均グッズの一つかもしれません。キッチンでは一番オーソドックスなフックタイプのものを壁に直接貼り付けて、乾かしておきたいものとかもうそのままかけっぱなしでいいものをかけて収納にしています。こういったキッチンタオルなんかもかけられるので便利ですね。リングタイプのものにはスプレーを引っ掛けて定位置を作っています。あと地味に便利な使い方として私が気に入っているのがこの使い方です。食洗機用のタブレット洗剤をちょっとまとめて100均のケースに入れてるんですけど、こんな風にしてトングを引っ掛けるためのフックをケースの内側に貼っています。思ったけど、これ外側に貼っても使いやすいかもしれないですね。我が家では食洗機のすぐ横に配置していて、食洗機を回す時にすぐにこうやって使えるようにしています。濡れた手で触るとタブレット同士がくっついちゃうんですよね。やってみてほしい。あとはよくある使い方だけど、五徳を引っ掛けておいたりとか、洗面所でヘアゴム、それからメガネの収納とかにも使えます。続いてはカモイフックをご紹介します。これね、新作もちょっと見つけたので合わせてご紹介していきますね。こちらは玄関でエコバッグをかけている様子、あとワークスペースでも自分のバッグをかけています。この
変哲もないただの窓枠が収納スペースになります。一時的な収納スペースが欲しい時にもすごく役立つんじゃないかなと思います。それから同じ窓枠は窓枠でもこうやって上につけることで天井から吊るしたような収納をすることもできます。これは収納というよりかは草を吊るしてるだけなんですけどね。窓際に上からこう草が吊り下がってる状態ってすごいおしゃれだなって憧れていたので、この風景は私のお気に入りの風景です。続いてはマグネットフックです。もう磁石がつくとこならどこでもくっつけられるのがすごく便利で、キッチンのレンジフードですとか冷蔵庫にもこうやってフックがかけれるようになるし、スチール棚とかスチール製のワゴン、こういったものにもつけられるので便利です。お風呂にもマグネットはつくので、こういったお風呂専用のマグネットフックを使うようにしています。これもとても重宝しています。最後に紹介するのはヤモリグリップのシリーズいろいろです。こちらはもうセリやダイソーなどなど関係なくどの100均でも見かけるようになったアイテムだとは思うんですけど、一時期魔法のテープって言われていた時代ありましたよね。ものとしては分厚めの両面テープみたいな感じで透明のものになっています。本当によくある両面テープと同じように剥離紙を剥がして両面に接着することができるんですけど、こちら粘着力がすごく強いかつ貼って剥がせるタイプ、のり跡が残らないものになっているので、すごく使い勝手がいいんですよね。なので我が家では両面テープでくっつけたいけどのり残りが気になるようなものを直接貼り付ける収納をしています。竹串もケースごと直接引き出しの内側に貼っています。シンク側の引き出しにも同じように消耗品を直接貼り付けています。ここでは排水口のストッキングネットと、あとポリエチレン手袋をもう袋のまま直接買ってきてそのまま貼り付けるみたいな感じで使っています。ポリ手袋を入れた方の箱は紙でできているので、新しいのに貼り替える時にどうしても紙がくっついちゃって再利用できないんですが、ビニール袋の方は再利用しやすいです。ヤモリグリップも種類によって適する素材がありますので、使いたい場所に応じて確認してご利用いただけるといいかなと思います。こちら我が家の寝室なんですけれども、壁紙に直接貼ると壁紙の剥がれが気になったので、マスキングテープも合わせて使ってみたところ、マスキングテープとの相性は悪かったようで粘着力が足らずに落ちてしまっています。使える場所は選びそうですね。というわけで我が家愛用の100均グッズを紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。持ち家とか賃貸とか関係なく使えるアイテムだったり、細々としたところをお助けしてもらえるようなアイテムを中心に紹介しました。皆さんのお気に入りの100均グッズもあればぜひ教えてください。このチャンネルでは建て売りの狭小3階建ての暮らしをメインに役立ちや収納片付けを発信しています。今日の動画も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録して次の動画や他の動画もお楽しみいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。バイバーイ。